こんにちは。今日する話はサッカーではないです。学び続けて成長し続けるチームをどうやって育てるか。先にヒントをお見せしようと思うんですけど、って思うんだけども、なんか引っかかりを感じる。でもなんだかよく分かんなくて、まあいいかと。そのまま放置してしまうことってないでしょう。これがテーマなんです。はい。で、市場哲弘さんというサッカーコーチと一緒にやりました。今日は残念ながら招待試合の試合中ですので、ここには来られなかったんですけども、一緒に作った事例です。でその市場さん、日体大を出て、ドイツのケルン大学に留学されて、で J リーグのクラブのコーチも経験しているというサッカー指導のエリートです。でその監督が幼稚園から小学校まで一貫でもう自分の思い通りにやってみたいという夢を持って、ある小さなチームの監督に赴任してきたんです。それ今年のことです。でしかも赴任してきたことがサッカーの強豪国神奈川県で、その神奈川県の同じチームには怖いライオンさんもいる。関東で3本の指に入るようなライオンさんと、練習試合をしたんですけど0対10で負ける。で小さなチームって書いたんですけど、どういうことかというと6年生が5人しかいない。そうすると相手は6年生だったのに、こちらは5、6年生の混合チームで臨まないといけない。そういうチームだったんですね。でそんなチームと縁がありまして、アンビシャスターゲットを作ってみると、やっぱり足が速すぎるとか、相手がでかすぎるとか、当たりが強いとかでボールが取れないという、やっぱり5年生と6年生の体格差というところからくる、でかい速い、うまいというこういう障害がある。で結局のところゴールが決めきれません。じゃあっていうんで、たくさん点が取れたらいいよね、そんな話をしながら、じゃあたくさん点が取れるようになるための練習をっていうので市場監督に説明してもらったんです。でどんな練習かっていうと、右足でも左足でもどんな距離感でも点が取れないといけないというんで、まずは近めから右足左足で、ちょっと離れたところから右足左足で、さらに離れたところから右足左足っていうので、ゴールが3つあってチームも 3つに分かれてて、それが全部一番最初に終わったチームが勝ちね、こんな練習しましょうで僕聞いたんです。子供たちに、じゃあこの練習やったらたくさん点が取れそうですかって聞いたら、子供たちがブーンって言うんで、なんでだろうって聞いてみたんです。このなぜならばっていうのを考えてみるのが非常に重要で、ゴールキーパーがいないとみんな真ん中蹴っちゃうんだよ。でも試合で真ん中に蹴ったらゴールキーパーに取られちゃって点が取れない。だからダメなんだよ。というので子供の発案で、じゃあここにコーンを置こう、真ん中にコーンを置いてコーンにかすったらそれは点じゃないことにしよう、そういう練習に変えたんです。そうするとみんなね、ズバズバとコーナーに鋭いシュートを蹴り出せるんです。でそれ終わった後に「いや監督今日練習どうでしたか?」初めて一緒にやったのでどうでしたかって感想を聞いたんです。ちょっとご紹介します。この練習メニューは本当に自分たちが立てた習慣目標に向かっていくのかっていうのを自分たちが考えて、もう少しこういうふうにしたらいいんじゃない、例えば具体的に言うと、ただシュートの練習するだけじゃなくて、ここにキーパー役としてコーンを置いてみようっていう子どもたちからの発想で、これは自分たちの考えた練習メニューというようになって、実際やってみても子どもたちはすごく一生懸命やっていたし、またさらにこの試合中に起こっていることをどんどん伝えて、助け合いのプレー、それから声を出していくっていうことができてたので、普段の練習よりは格段にレベルが違う、意識づけが全然違う練習になりました。はい、ということで非常に気に入っていただいてずっと取り入れられたんですね。でその後、時が何ヶ月か経ちまして、市場監督どうですか、そろそろ県大会も近づいていますけどいけそうですか、ライオン勝てそうですか。そしたら「いや」って言って、いくらなんでもやっぱりライオンにはちょっと勝てそうにないんですよと、目標を立て直した方がいいんじゃないでしょうかって逆に相談を受けたんですね。でそこで私もじゃあそうしましょうかなんてなかなか言えないですよね。で私が今度と思ったんです。でと思った時にどうするかっていうとこれでしたよね。なんでなんだろうと、なんでこういうふうに言われるんですかっていうのを考えてみた時に、ちょっと考えてから、じゃあもう一回訪問させてくださいということで2回目の訪問をしたんですね。こんなふうに考えてるんじゃないかな。自分たちのチームよりもライオンさんの方が上だで、強いチームだから勝てない、相手が強いから勝てないで、そこで一つ質問したんですね。の結果です。自分たちのチームって調子いい時と悪い時とあるって聞いたら、あるって言うんです。そうすると実際はパフォーマンスでこういうふうに幅がある。
ところで日本代表はどう？日本代表って調子いい時と悪い時とあると思うって聞いたら、いやあると思う。じゃあライオンさんもあるよ。どんなチームだって調子がいい時もあれば悪い時もある。まずみんなにこれに同意をいただいて、じゃあ、ライオンさんが強いからとかそういうことじゃなくて、もしライオンさんに勝てるとしたら、その時は自分たちの調子が結構いいと。ここにいたら絶対に勝てない。だからここにどうやったら行くことができるのかっていうのを考えようよ、そんな話をしたんです。じゃあどういう時にチームのパフォーマンスが起こっちゃうのかな、ちょっと分析をしてみたら、言葉遣いが悪いっていうのがいっぱい出てくる。特に仲間がミスした時、ミスすんなよ、トラップしっかりしろよ、お前のせいだよと、下手くそと、こういうのが行き交うわけです。でそうするとやる気のない人が出てきたり、テンションが低くなってしまったり、何でもマイナスに捉えたりしてしまうと。でもっとでも深めてみると面白いことは、みんなテンションが下がることを言ったこともあるし、言われたこともある。で何か言われるとテンションが下がるっていう気持ちもよく分かってるんだけど、分かってるし、しかも俺はミスをしようなんて思ってプレーをしてる人誰もいないのに、それでも言うんですよね。分かってても言う。なんかここにまた引っかかりが感じるわけですよね。でその時どうするんでしたっけ。ということで、なぜならばっていうのを考えてみたら、なんかジレンマを抱えてるに違いない。例えば皆さん自分がサッカーチームにいたとして、チームメイトがミスをしました。決定的な場面でやっちゃいましたって時に、どんまいどんまいとか、大丈夫だよまだ時間がある、こういう声をかけるのか、それともなんでお前下手くそと、お前なんかサッカーやりたくて出てけと、こういうのか、こういうジレンマがあるんじゃないか。強めの言葉で言う、強めの言葉で言わない、こういうクラウドになったんですけど、もちろん強めの言葉で言わない方、ドンマイっていう方ですね。これはやっぱりチームのテンションを下げたくないからそういう声かけをする。でなんで強めの言葉で言っちゃうんだよねと、ストレス解消したいのかなと。そこがなかなか分かんなくて、最終的に出てきたのが、いやこういうことだと。その人にミス直してもらいたい。サッカーの試合だと90分ありますから、ミスも1回なら致命傷にならないけど、それが2回3回4回になったらやっぱりどうしても勝つのが難しい。ミスを直してもらいたい。だからチームメイトがミスをした時にすぐに直してもらえて、しかもチームのテンションが下がらないような、そんな方法があったらこのクラウドが解ける。で子供たちに聞いてみたら、あ、それだったらいい方法がある。ドンが相手って言ったからアドバイスすればいいよ。おおって思ったんですね。でもちょっとだけ引っかかりました。実はちょっとだけと思ったとこはアドバイスっていう言葉の部分。なんでかっていうと、はい、また考えてみました。アドバイスって有効じゃない場合ももしかしたらあるかもしれない。例えば、いや本当にアドバイスしたらプレー改善するのか。そしてもう一つ、エースストライカーが仮にミスしました。その時誰がエースストライカーに、自分より前エースストライカーにアドバイスができるのか。そういうところに引っかかりを感じたんで、なんかいい方法ないかな。でアドバイスは無理でも質問はできるかもしれないな。で質問か、あ、そういえば僕去年作ったのがあった。これ夏豆腐って僕呼んでるんですけど、もうこれだけでテニス部が強くなったんです。どんな方法かっていうと、最初に何が起こった、ポイント取られましたとか、次どうなりたいの、ポイント取れるようになりたいとか、今のミスを減らしたいとか、じゃあその時どんな作戦でいくっていうのを考えて、それでうまくいきそうっていう確認をして、でやってみようよと、深く考えずにやってみようよと。でやってみると、こんな状況でこんなプレーしたらこんな結果になりましたっていうんで、また分かってくるんで、このサイクルぐる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 回る。こんな方法ありますよっていうふうに紹介したら、今度市場監督がっていうわけです。でなんでかなと。いや確かにハーフタイムとか試合が終わった後とか使えるかもしれません。でもサッカーってずっとボールが動いてるんで、こんなに4つも質問してたらその間に点が取られちゃう。もうちょっと簡単なのないですか。それがきっかけで、じゃあ質問1個にしようって言って、これにしよう。なんか起こりましたと。でこれを状況を見てるわけなんで、その状況が起こったその瞬間に次どうするって聞こう。で言葉にするっていうプロセスはないけども、その場に起こったことをちゃんと論理的に考えてもらって、結局は短い時間でそのミスした選手が自分で何が起こったか考えて修正さえできればいいんだ。じゃあ次どうするっていうのをもう声かけする習慣にしよう。こういうふうにしたわけです。結局ポジティブな声かけをしてっていう子供のアイデアをそのまま取り入れて、次どうするっていうふうにと思ったきっかけでソリューションが良くなったんです。でこれやった後のまた
例えば千葉監督の見た時感想です。に「いいよいいよどんまいどんまい」だけじゃなくて「次どうする?」っていうふうに質問する。そうするとそれに答えなきゃいけない。答えなきゃいけないってことは次にどうするか自分の中でよく考えて論理的に考えて答えなきゃいけないということはですね、どんどん向上していくんですね。かつテンションも下がらないと。あ、これはもう素晴らしいということで子どもたちにやらせるようにしています。はい、ということで、先日県大会があったんですね。で5年生10何人もいます。5年生は大体自分の力の7割ぐらい出せましたというように試合になっております。で6年生、5人いる6年生は9割出せました。でもともとここの下の方に落っこちないで高いパフォーマンスで、チームがまとまった状態で戦うと、そういった目標に対しては、まずクリアできました。ただまだまだ速くてでかくて強いライオンさんにはまだ勝ってないので、これは来年のお楽しみと、そういうことになります。であれですね、試合の終わった後とか反省とかで、これは子供と監督の間の、こういう手紙のやり取りなんですけど、そういった中でもこの夏豆腐を使って論理的に考えると、何が起こったのっていうと、セカンドボールとかルーズボールの時に競り合いを見てしまった。じゃあ次にどうなりたいのって言って、相手を恐れずに球目に勝てるようになりたい。じゃあそのためにどうするのって言ってラインを上げて前線からプレスに行って蹴らさないようにするとか、こういうふうに論理的に次の作戦を考える、こういったことが習慣づいてきています。でここまでまとめますと、最初は監督がこんな練習しましょうって言った時に子どもたちがうんって言ったんで練習が改善した。で子どもたちがドンマイって言った後にアドバイスしたらいいよと言ったことに対してうんって感じたんで、さらにソリューションが進化した。でこんな質問の方法ありますよって言った時に監督がうんって言ったんで、次どうするっていう質問が、発明できた。結局何が重要だったのかっていうと、と思った時に放置しないということ。放置するんではなくて、学び続けて成長し続けるこのチームを育てる、このキーというのが何だったのかというと、こんなことなんじゃないかと。みんな素晴らしいアイディアを持ってる。でも時にはみんなもと思うようなアイディアも持ってます。子供も大人も監督も何も関係ない。ボールダット博士は基礎となる過程を疑うことがブレイクスルーに必要なのである、こう言ってるんですけど、ちょっと幼稚園生には難しい。これをもうちょっと噛み砕いてみました。と思うようなことがあったときに、それを見過ごさないで、なぜならばっていうのを考えてみよう。でそうすると隠れた過程が見つかって、隠れた過程を壊すことができたら、それが学び続ける、成長し続けるチームができるという原動力になるんじゃないか、そういうふうに考えています。はい、ということで、となったら、はい、ありがとうございました。